今回はシルキーリップやマリカ、メタモルファイブなどなどの開発者遠藤章次郎さんが作られたゲームの特集行ってみましょう。遠藤章次郎さんは知る人ぞ知る的なところはありますが、開発チームや会社ではなく個人で作品のカラーを出している、私のように一部ファンもいるクリエイターさんです。ところでゲームソフトのプラケース割れが2本くらいあるけどどうしたのだ。撮影予定のソフトとか平積みしてしばらく積み上げてると割れちゃう時がありますね。レトロゲームはプラスティックの強度が弱ってきてるのか、なんか簡単にひびとか入っちゃう気がするわよね。まあ単純に平積み量がえぐいせいだと思います。ということで最初は1992年に発売された魔法の少女シルキーリップです。以前メガ CD の動画でもご紹介したので少々短めに参りますが、オープニングは再度聞いていきましょう。私リップ11歳。辛いことや悲しいこともあるけど私負けない。だって女の子だもん。30年以上経ってもオープニングが歌えるレベルで覚えてるのだ。というオープニング含め分かりやすい80年代に流行ったベタベタのお約束魔法少女ものです。ゲームは RPG 風のフィールド移動や会話もあるアドベンチャーゲームとなっており、構成は全11話で各話オープニング、アイキャッチ、エンディングに予告編とテレビアニメのワンシーズンとして構成されているのですが、この構成やってるゲームは個人的に結構好物です。このシルキーリップの作りは他の作品にも見られ、遠藤武士とも言えてとても楽しいのだ。魔法の少女シルキーリップメガ CD 駿河屋中古価格1860円です。それほどプレミアってはいないのでそのままメガ CD 版で遊ぶ形で良いと思いますが、一応メガドライブミニ2にも収録されています。なんだかメガドラミニにシルキーリップが収録されてるってすごいことな気がしますね。今はメガドライブミニ2がプレミアしすぎてて、そっちで遊ぶ方がハードルが高くなってるのが何とも言えないところなのだ。ちなみに遠藤章次郎さんのゲームとしてはシルキーリップの前年にビーストウォリアーズという作品を作っています。ビーストと呼ばれるモンスター同士で戦うアクションゲームですね。プレイしたことないので詳細がちょっとわからず、遠藤武士が入ってるのかも知らずです。すみません。お次はメガ CD で発売された A ランクサンダーです。まずはシモン雅人さんが歌うオープニング聞いてください。
渦巻く雷雲稲妻走れ夢をなくしたいよの戦士行き着く果ては地獄の炎先行来撃選く戦えサンダー今こそサンダー奴らの野望を打ち砕けサンダーサンダー先行選んサンダー先行来撃選く戦えサンダー今こそサンダー奴らの野望を打ち砕けサンダーサンダー先行選んサンダーいかにもなオープニングいいですね。オープニングからどんな作品かの想像はつくかもしれませんが、こちら国家転覆を図る謎の組織ブルズアイに A ランクの転生者サンダーとして改造され、記憶をなくした主人公は組織を脱走するがといったシルキーリップのシステムに、まあ仮面ライダー的な物語を載せた作品です。パッケージは新仮面ライダーチックな実写なので、それこそメガ CD の仮面ライダー ZO みたいな実写ゲームかと思いきや、シルキーリップ同様のアニメ風作品なのだ。内容的には普通のアドベンチャーゲームとしても作れるところを、フィールドありで移動や会話、探索、天津さえバトルまであるところがちょっぴり RPG 風味でゲーム感が増してて楽しいです。全体構成は全8話あるけど、うちフィールドパートは半分の4話しかなく、なんとなくボリュームに違和感があると思いきや、お話も思いっきり続くって感じで驚いちゃうんだけど、そもそもタイトルに誕生編と書いてあるから、もともと文作の1作目ってことだったらしいのよね。しかし続きの逆襲編が発売されることはなかったのだ。次回予告では確かシャドウムーンが出る的な感じで終わってましたっけ？シャドウムーンじゃなくて A ランクムーンだけどね。私はこの A ランクサンダーもリップ同様好きなんですが、デザインがキモい、カードバトルがつまらないとかネガティブな評価を受けちゃったりと、マイナー感も相まり売れなかった印象よね。デザインはきっと韮沢さんのデザインそのものはよくって、それをアニメっぽくしたところでなんだか微妙になってる気もしますね。パッケージとかかっこいいので、いっそ実写で作ってしまった方が良かったんじゃないかと思いますが、それはそれでよりニッチな方向に行きそうですので、何にしても難しかったんでしょうね。カードバトルはまあこういったストーリーものに入れるのがそもそも難しいところありますしね。何にしてもちゃんと予告にある逆襲編も発売してほしかったのだ。 A ランクサンダーメガ CD 駿河屋中古価格5580円です。当時も今もそれほど人気はなさそうですが、私含めこういったものが好きなマニアの心は今でも掴んでる作品です。選ばれた悪の化身否めないお次はサターンで発売された近未来女子プロレスゲーム
メタルファイターミクです。まずはオープニングをと行こうとしましたが、これかけれないやつでした。スキップします。すみません。近未来、パワードスーツに身を包んだ女の子たちによるプロレスがブームになっている世界、統合チャンピオンに輝いているミクのいるプロレス団体 TWP を中心に物語が進んでいきます。一見ごく普通の選択肢を選ぶだけのアドベンチャーゲームのようにも見えますが、キャラクターのパラメータ育成ありでコマンド選択型でありながらリアルタイム進行する試合パートもあるというゲームになっています。また遠藤翔二郎さんは大体原案、脚本、ディレクションとこなす方ですが、こちらのメタルファイターミクは他の遠藤さんの作品と違い、ゲーム用のシナリオ担当のみということで、他の作品とはちょっぴり雰囲気が違うのだ。ただゲーム構成は全6話で、1話ごとにオープニング、エンディングが入るなど、いつもの遠藤さんゲームの構成ですし、雰囲気が少し違うのは原作がもともとあるというのが大きくはありますが、アニメでは描かれてなかった生い立ちや両親の話など設定を追加して、プロレスにまつわる社会性なども盛り込んだ、いつものちょっぴりシリアスな遠藤武士に仕上げたら、アニメ側の監修が通らずにしぶしぶ書き直したらしく、いつもとの雰囲気の違いはそういうところに出てるのかもしれません。原作ものは難しいですね。その元のアニメの方ですが、監督さんは後に化け物語やマドカマギカをヒットさせる辛坊昭之さんの監督デビュー作なのだ。音楽も河合健二さんで聞き応え良いですし、結構良作よね。美少女育成スポコンものはそんなのあった勘のウプ主には S ランクのジャンルですしね。でももう少し育成の幅や自由度が高いと良かったし、ストーリーパートを薄くしたレッスルエンジェルスみたいな団体経営モードとかも欲しかったわね。贅沢ものなのだ。メタルファイターミクセガサターン駿河屋中古価格2320円です。全体の出来は良いと思うのですが、近未来メタル女子プロレスのゲームってめちゃくちゃニッチなジャンルな気がするので、それが中古価格にも出てるかもしれません。お次はマリカ真実の世界です。これまでと同じような感じでありながら、今回のジャンルは RPG になっているのだ。こちらもまずはオープニング行ってみましょう。というところで、お話はファクトと言われる秘密結社に偶然関わってしまった少女が超能力に目覚め、自らの命や家族を守るために戦う物語です。これだけでも遠藤翔二郎さん節が効いていて、いつものノリで今回は超能力ものが楽しめるんだなとファンである人間は思って、その通り楽しんだのですが、年齢制限18歳以上推奨となっている上に、パッケージの雰囲気からアダルトなギャルゲーと思って手を出すと、お色気要素ゼロ、バイオレンスグロありで、話が重くて勘違いして遊んでたらトラウマになりかねないものになっています。主人公のマリカの声優さんが「あんたバカー」の宮村優子さんで、マリカ発売時はちょうど「エアー真心を君に」の頃で
大ブレイク中だったため、おう、マリカじゃなくてアスカやんと思ったものだったのだ。そんなウプ主からしたら大好物ずくめの売れそうな本作ですが、いつもの遠藤さん作品くらいの売り上げだったんでしょうか。あまりメジャーな印象がない本作です。でも面白いのよねこれ。 RPG としてはもうめちゃくちゃ普通すぎて、システムや育成を楽しんだり詰まるところもないのが RPG としては物足りなさすぎるのが残念ではあるけど、今回久しぶりに立ち上げたら懐かしさもあって思わず最後までまた遊びたくなりましたね。遠藤さんの作品はだいたい設定がしっかりしており、作品一本で終わらせるのがもったいないものが多く、このマリカも続きは小説で出ていたようですが、ゲームの続編も作ってほしかったところです。マリカ真実の世界、セガサターン、駿河屋中古価格11,900円です。おっと、ちょっとプレミアしてますね。そんなに本数が少なかったんでしょうか。ここらの作品はリマスターとかリメイクはもちろん移植もされることなさそうで、このサターン版で遊ぶしかないのですが、おすすめ作品なのに苦しいところなのだ。ここで犯人の足取りが途絶えた。しかし神崎マリカは明らかに虚言をしている。だがどうにもわからんな。あの娘 F 資本とどんな結びつきがあるんだ。お次も以前もご紹介したことがある秘密戦隊メタモル5です。以前の動画に続きとなりますが、再度このままオープニング聞いていきましょう。あなたの街にもいるような女の子、よくある可愛い顔した普通の女の子、とびきり元気でクールで優雅でおどおどしてたり意地張りだったり、そうよ、いつでも会えそうな5人の女の子だけど本当は秘密のヒロイン、赤いハート正義に燃えるとき、体と心大人に変わるのね、天使の羽を広げて舞い上がる、レッドイエローブラックバブル、メタモルファイ、メタモルファイ、それは秘密の戦隊なの。こちらも未だにカラオケに入ってたら歌えるくらいには聴いてましたというか、カラオケに欲しいのだ。さておき、前回のプレステに移植されたあれこれでご紹介した時はサターン版とプレステ版を並べての紹介でしたが、今回はプレステ版のデラックスを使って短めに参りましょう。秘密戦隊メタモル5はタイトル通りの5人戦隊もので、小学4年生の主人公が地球侵略に現れた宇宙人と戦うためにとある理由から欠番カラーとなっていたメタモルレッドに選ばれ、4人の仲間と共に宇宙人たちと戦うことになる物語です。こちらも全6話構成でオープニング、エンディング、予告編が入る形で構成されています。ただ今回はフィールドパートがない代わり、アドベンチャーパートには分岐灯も用意されており、会話時に感情を選ぶことによってセリフや内容が変化し、入手キーワードや仲間たちとの親密度的なパラメーターが増減し、物語終盤のバトルに影響することとなります。入手キーワードは組み合わせで必殺技とを生み出すというちょっと変わったシステムになっているのだ。内容的には一見
普通のギャルゲーやおバカゲー感がたっぷりありますが、進めていくと意外とシリアスで重い展開をしていくというエンドオブシも楽しめます。はい。ということで、メタモル5ですが、遠藤さんの作品は、メガドライブ、メガ CD、サターンというセガハードでのみ発売されていきましたが、この秘密戦隊メタモル5がプレステーションで発売され、以後、視線上を DS や PC やプレステに移していきます。で、そんなのあった缶の棚にはないのですが、プレステ1でもう一本遠藤さんのゲームが出ているので、タイトルだけ紹介して終わりにするのだ。それがこちら、プリズナーです。ワウワウで放送された連続ドラマのゲーム化というちょっと変わった座組のゲームです。遠藤さんのゲームと知っていたら買っていたと思うのですが、当時全く知りませんでした。このゲーム調べてみると、やっぱり意外と遠藤節が入っているアクションアドベンチャーゲームらしく、中古で買ってみようかと思ったらめちゃくちゃプレミアっており、 PS アーカイブにも存在せずで、ちょっと手が出ませんでした。もしいつの日かプレミアでもエイヤと買うことがあったら、改めてこのプリズナー以降のゲームと一緒にご紹介しようかと思います。ということで、これ以降も遠藤さんのゲームはいくつかあるのですが、第5世代までのゲームはここまでとなっているので、本日はここまでなのだ。ではでは、今後もいろいろなゲームをこんな感じでご紹介していきますので、よろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録などなどお願いするのだ。佐山夏樹、メタモル5サブリーダー。心を閉ざし戦いから逃げ続ける少女。でもそんなこと言ってらんないもんね。次回秘密戦隊メタモル5、青い閃光メタモルブルー登場にメタモルチェンジ。楽しい仲間、時々喧嘩もするけれど、黒く渦巻く野望から青い地球を守るため、広い大地踏みしめて、紫の花そっと抱いて、赤い心は正義の証。私たちメタモル5、戦うの戦うの戦うの、平和な地球になる日まで。まだまだ続くよ。